こんにちは、けいこです。左股関節を怪我をして人工股関節全治関節高速法アプローチを受けて1年半が経ちました。ここ数ヶ月はインドに戻ってきてヨガのレッスンを受けています。私はインドのリシケシュで20年以上病院の手術前後のリハビリエクササイズも使われているタイプのアライメント系のヨガを習っています。メディカルヨガやセラピーヨガと呼ばれる分野で主に活躍している先生方数人に相談しながら左股関節の機能の改善を図るエクササイズをする毎日です。さて、今日も手術から1年半経った今の私の体の状態を半年前、そしてもっと以前の体の状態と比較して紹介する比較動画第3弾3回目です。比較動画の1回目は鳩のポーズ、2回目は牛面のポーズの足の部分でした。比較動画3回目の今日は座っての前屈2種類です。このポーズは股関節の外転外旋屈曲の機能を使います。そして膝の柔軟性も必要です。インドに来て半年、股関節以外の他の関節の柔軟にする努力を毎日していまして、その結果が現れているのが自分でもとても嬉しいです。一つ目の座っての前屈エクササイズは、片足を前に伸ばし、もう片方の足は膝を曲げて横に開きます。こんな形の前屈です。したことありますでしょうか？まずは右足を伸ばして左膝を曲げるパターンから。私は左の股関節に高速法アプローチという手術を受けたので、こちらサイドがやりにくいです。今から半年前、ちょうど手術から1年後は左股関節の可動域がまだ狭かったため、上半身を前に倒すと左股関節が詰まった感じがして、足の指にギリギリ手の指が届く程度でした。怪我をした左側だけでなく、負担の増えた右足も膝がこわばって伸びない状態でした。それから半年間、インドでエクササイズをしている今は、左股関節の外旋と屈曲機能が画期的に良くなって、左右の足の裏側や足首、足の裏も柔軟になって前屈しやすくなりました。ちなみに手術から3ヶ月目にこのポーズを試してみた時には、左膝が浮いてお尻が不安定でした。お尻をブロックに乗せて安定させても股関節が詰まって全く前屈できませんでした。さて次は足を変えて左膝を伸ばして右足を曲げるパターンです。この場合、私が怪我をした左股関節の機能は屈曲という機能を使います。半年前は屈曲機能がまだ制限があったというのもあるのですが、左足の後ろ側全体が縮んでて伸びにくく、足の裏、アキレス腱、膝やもも裏、ふくらはぎの柔軟性にフォーカスするエクササイズを組み入れようと決めたことを思い出します。ちなみに2022年11月、手術からちょうど2ヶ月後はこんな感じでした。左膝がうまく伸びなかったんですね。ですからポーズの土台となる左足が浮いてて不安定なので、上半身もぐらついていました。手術から1年半経った今でもまだ左右差はあります。左足を曲げて右足を伸ばす場合は前屈しにくいです。左腰がうまく伸びないので上半身が不安定だと自分では感じます。2番目のエクササイズは両方の足裏を合わせて体に寄せて前屈します。合席のポーズからの前屈です。半年前よりも腕をさらに前に伸ばせるようになりました。股関節が開いて
腰も伸びてとても気持ちいいので、自主トレの時にはよく使うポーズです。ちなみに2022年11月の時には、足がこの形の時には前屈するなんていうのはもう全く不可能だったので、上半身を仰向けにして股関節の外転と外旋向けのストレッチをしていました。こんな感じです。反復運動ではなく、自分の体の重みで開いていく形のストレッチです。怪我をする前に撮った動画があって、その当時の股関節の状態まで戻るといいなと期待してます。結果云々よりも目標があるとモチベーションも上がりますしね。今後も引き続き自分の体の変化を楽しみながらエクササイズを続けたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。またね。